どうも中田敦彦です。さあ今日も早速参りましょう。エクストリーム世界史暗号解読編どうなってる？よろしくお願いします。さあやってまいりました。暗号解読というね。ちょっとね、ちょっと難しそうっていうお話かもしれないんですけど、そうじゃないんですよ。このサイモン・シン。もうサイモン・シンに外れなし。これなんでかと言いますね。フェルマーの最終定理。僕ね、面白い話だよということで、フェルマーの最終定理というものがね、いかにして人類がその謎に対して立ち向かったか動画をね、最近アップロードさせていただきました。非常に評判がいいですね。で、あれね、もうほんと買って読んでいただいた方でも、面白いね、絶賛の嵐ですよ。もうコメント欄でね、読みましたと。ね、動画でおすすめされて買って読みました。めちゃくちゃ面白いです。そう。このサイモン・シン。むちゃくちゃ面白いですよ。その人がですね、また別のですね、ヒストリーを書いてまして、これも読まなきゃと思って、読んだらこれも面白いの。びっくりした。正直ね、暗号ってすごく遠い世界に感じるじゃないですか。なんかスパイのやつでしょとかね。なんか暗号化してどうのこうのみたいなね。最近インターネットだと暗号化して送りますみたいなね。なんかその金融決済とかでもいろいろ使われてるんだろうけど、私とは関係ありませんって言うかもしれない。しかしね、暗号の歴史はまさに人類の歴史なんですよ。ねえ。皆さん、クラスの学校でなんか手紙にね、なんか女子が謎の手紙の折り方をしてこう渡してた時期は僕の時代だけですかわかりませんけど、女子が謎の手紙をなんかずっとクラス間で渡して、あれ暗号です。あれも一個の暗号ですよね。ね。言ったらなんか恋愛でも浮気したり不倫したりという時になんか2台携帯を持ったりとかね、いろんなやり方でメールをわかんないように送り届ける暗号です。はい。人類のですね、欲望、戦い、その全て、コミュニケーションの中に暗号が含まれるんですよ。言ったら、この言葉はあの人にはわかんないけど、私たちだけはわかる言葉、これも暗号ですね。私たちだけのあだ名で呼ぶとかも暗号ですよね。全部ですね、私たちだけに伝わるメッセージというのが人間には必要になってくるんですよ。それは味方と敵、こちら側とあちら側を分け隔つとき、そこに戦いや欲望やそういうものが絡んできたときに必ず必要なのは暗号。どんな歴史があるのか。ね。人が秘密文書を作ろうとしたときに、最も原始的な暗号というのがですね、隠すタイプなんですね。どういうこと？変えるタイプと隠すタイプ。専門用語でステガノグラフィーとクリプトグラフィーっていうらしいんですけども、そこら辺は別に覚える必要はない。まず大事なのは隠すタイプってこと。ね。もともと木の板に、ろうが塗ってあってですね、そこを削って文字を書くっていうね、そういう原始的な、古代ギリシャのヘロドトスっていう人が歴史っていう本書いて、そこにもうね、そういう暗号をね、使ってた。書いてある。ね。それが、ろうの上に書くっていう、それのろうをまず削り取って、裏の板のところに書いて、彫り込んで、それでろうをもう一回塗って、ろうの上に謎のメッセージを書いておく。そしたらですね、ろうを削ったら本当のメッセージが出てくるみたいな。これめちゃくちゃ原始的。隠すタイプだから。でももう古代ギリシャの頃から隠すタイプの暗号っていうのは使われてたんですって。だからなんすかね、炙り出しみたいなね。なんか、紙があるけど、もう一回めくったらそこに本当のメッセージ書いてあるみたいな。そういう、覆い隠すみたいな。一番簡単なね、思いつくやつだよね。それのすごいやつ。ギリシャ時代のね。まず紙を全剃りします。丸坊主にしてから頭にタトゥーで文字入れます。で、髪伸ばしますっていう、すごいやついるんですよ。ペルシャの王に、その死者を使わして、乱を起こせみたいなね。戦に出陣だっていう時にですね、そのメッセンジャーをですね、丸刷りしてですね、そこにですね、ここの何時何時に、何月何日に、ここで兵をここに集めようみたいなのを書いてですね、伸びるのを待つっていうね。伸びないね、みたいな。ちょっとワカメとか食べたらみたいなね。はい、みたいな。ちょっと伸びてきましたね。見えるね、まだ。まだちょっと、まだゴブ狩りみたいな感じが、まだ全然見えてるよ、みたいな。ちょっと論言になるまで待ちます、みたいな。そういう時代もあったと。ただ隠すタイプなんですけど、これのね、最大の弱点はもちろん皆さんわかりますよね。見つかったら一巻の終わりですよ。ベリベリベリってローが剥がれちゃった。バンって出た。あれ何時にどこどこで会おう。あんたこれ浮気だよねと。これもう言い逃れができないというやつですね。もうね、髪伸ばしたものの、
なんかそれを忘れてね、反っちゃったとか、そんなやついないと思いますけど、反られて見つかったらもうおしまいなわけじゃないですか。要するに見つかったら一巻の終わり、言い逃れができませんというですね、要するに、その暗号の、防御力としては非常に弱いのがこの隠すタイプなんですよ。ね。この隠すタイプじゃないものがないのかって言って作られたのがこの変えるタイプなんですよね。つまり文字を、中身を変えていくわけですよ。さあどうなるか。文字のですね、その変え方もあって、位置を変えるものと内容を変えるものがある。まず最初に原始的なのは位置を変えるもの。どういうことか。ね。棒がありますよな。そこにね、革紐とか紙をぐるぐるぐるって巻きつけてみてください。ね。その巻きつけた、すると縦の幅のこうなりますよね。そこに、あいうえをかきくけこさしすせそって書いて、それをぐるぐるぐるってほどいたら、ペローンという長いですね、なんか文字がバラバラに書いてある謎のものが出来上がります。皆さん、今お手元にね、軸とですね、紙があったらやってみてください。鉛筆2本あったらできますよね。紙を細長くしてですね、くる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 と巻いてですね、書いてですね、くるくるくる外してですね、ピロッと見たらね、わかんないと。これね、要するに、それの鍵になるのは、同じ太さの軸に巻きつけないとこれ見えないんですよ。だからどの太さの軸に巻きつけるんだっていうのがわからないとですね、元に戻らないですね。ああ、なるほどと。これ位置を変えるやつ。もしくはジグザグにばらけさす。例えば、NAKATA で中田ですよね。この NAKATA ジグザグに並べて、上の段を先に詰めて書いて、下の段を真ん中から後ろに書く。そうすることで、NKTAAA ってなるわけですよね。NKTAAA なんだと。ガシャン、バラバラ、ザク、中田。そういうですね。位置変えるってやつですね。ああ、なるほどねと。位置変える式ね。なるほどね。でもこれもね、そんなにね、複雑ではないですから。すぐバレますよね。NKTAAA でしょ。多分中田じゃないってこうなってくるわけですよ。多分中田じゃないみたいな。はい。なってきちゃうんですね。位置を変えるやつもね、なんかちょっと同じ軸じゃないけど、くるくるやってると、なんかこれっぽいとか見つかりやすいわけですよ。なので、より進化したのがこの内容を変えるというやつですね。文字を字一個一個変えるのか、単語ごと変えるのか。例えばこの単語っていうのはあだ名とかに近いですよね。だからおまんじゅうっていうのがあって、おまんじゅうを F とする。ね、食べる行為を A とする。ね。F を A しませんかって言ったらですね、おまんじゅう食べませんかっていうことになるわけですね。難しいですよね。で、そのコードブックっていうのがあればですね、なんだっけ F を A するって中田何を言ってたんだっけ、A は食べる。はいはい。F がおまんじゅう。だからおまんじゅうを食べる。OK。こういうですね、手順を踏むと、F を A するっていうのはですね、見つかってもですね、板の底から見つかってもですね、何のこっちゃとこうなるわけですよ。ね。全反りして、お前なんか、タトゥー頭皮に入れてんだろうって、どこでバレたのかわかりませんけど、タトゥー頭皮に入れてんだろこの野郎とか言ってですね、やめてくださいとかってザー反られてですね、F を A する。これなんだこれってね。おまんじゅうを食べるなんですよ。みたいなね。そういうことはですね、要するに、バレても大丈夫。見えても、要するに、これが何を置き換えてるのかわからないと難しい。で、それがコードですね。ただ単語もですね、文脈によってはバレちゃう時ありますよね。そうですよね。おまんじゅうを袋から開けて、口を大きく開け、俺は A した。食べたんだろっていうね。多分食べたんだろうな、みたいなね。お茶漬けに P をかけてみた。お茶だろうというね。はい。そういう文脈でわかるという弱点があるんですね。なので何個かバレちゃうと間のコードもバレてしまうというのと、コードブックが見つかった場合大変。あとコードブックをですね、定期的に変えるの大変ですよね。おまんじゅうは F だったけど、やっぱり X にしようとか。じゃあこれをこっちにしよう。大変。で、言える言葉も限られてますよね。じゃあ言える言葉は限られてないし、見つかってもすぐにはわからないっていうのがこの文字を変えるやつなんですよ。さあ出ました。その文字を変える原始的な暗号を考えたのがなんとユリウス・カエサル。共和制ローマの
ね、ブルーザスお前もかで有名な最もローマ皇帝に最初に近づいた男カエサルでございます。あのカエサルはその名を取ってカエサル暗号というのを使ったんですね。これシンプルに言うとアルファベットをですね3つずらすというのをカエサル使ったんですよね。A だったら A から3つずらして BCD ですね。123だから BCD、D になるんです。A を D にする。その代わり B は E になる。そういう形でですね、文字が並んでるとですね、何のこっちゃとなるんですが、でもルールは簡単ですよね。だから、見てもわかんない。だからバレても、剥がした。これだー。何この列。何この列。なんだ位置が変わってるわけじゃないけど、なんだ文字が変わってんのか。どう変わってんだーがわからないと、解読できないというところまで人類が来たのが共和制ローマの時ですね。だから古代ギリシャの時の非常にシンプルな隠すタイプのステガノグラフィーやその天地式と言われるですね、革紐に軸を巻くみたいな古代ギリシャの暗号から、共和制ローマの時代に至ってもう文字を変えるというその漢字式、転換する字、漢字式のアルファベットの暗号が出てきたわけですね。すごいじゃんと。ね。でもこれ、もちろんクイズ番組ぐらいだったらいい問題ですよね。3つずれてるんですよみたいな。なんか早めに解けたらね、頭の回転早いですねなんて褒められそうですけど、これ戦争で使いますからね。どこどこに俺が援軍に行くから、どこどこの守りを固めて、ここで俺を受け入れてくれなんていうですね、文字をバーってやってる。これ3つずらしてんなってバレたらもうかなりやばいですよね。さあ、ここでですね、ポイントは、ずらしてるってバレた時点で、なんとですね、25通りしかないわけですよ。アルファベットのずらし方って。これずらしてんだろってなったらですね、25通りですよ。26文字しかないんですから。ずらして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 ぐるっと回って一緒になっちゃうとね。だからずらし方25通りしかないんですよ。だから、これずらしてんだろ3つとかね、いくつ、だからずらしてるってバレたら、何個バレてるかっていうのが、総当たりでバレちゃうんですよ。じゃあ25回試せばいいですよね。これかなこれかなこれかなとかって1日でバレちゃいますね。1日もいらない。1時間でバレちゃう。はい、カエサルさんお縄です。こうなっちゃうわけですね。さあ、ここでポイントになってくる。暗号の大きなキーワードがですね、アルゴリズムと鍵っていう概念があるらしいんですよ。ね。アルゴリズムっていうのはどう変えてるか。例えば、文字をアルファベットをずらすっていうこの法則が、ルールがアルゴリズム。じゃあそれを鍵っていうのは3つずらしてるよとか4つずらしてるよっていうそのルールの中での決定的などう変えているかっていうね、どのくらい変えてるか。それがポイントです。じゃあどっちが大事だと思います？どっちがバレたらいけないと思います？実はバレちゃいけないのは絶対に鍵なんです。アルゴリズムっていうのは実は人類の歴史上そんなないんですよ。要するに変え方ってのはそんなないんで、そのルールの中で何を変えてるんだ。これアルファベットずらすタイプのやつやと。で、いくつずらしてんのが鍵ですね。例えばこれ、菊つのは、これずらしてますよ。文字ずらし、ひらがな文字ずらしですっていうのがバレたとして、この話の流れだとバレますよね。菊つのはって何ですかと。さあどうぞって言ってね。さあ5秒で答えてください。5、4、3、2、そう、バレないと打ちますよ、打ちますよ。はい、5秒で分かんないと打ちますよ、バーンこうなるね。はい。ずらしてんでしょ一瞬で分かった。でも何がってならないとこう分かんない。戦争で大事なのはですね、素早く解くことなんですよ。なんでかというと、作戦が明日決行されるとなった時に、すぐに解いたら明日準備できますよね。でも、その解読に4日かかったらもうおしまいなんです。明日攻められてしまうんですよね。なので、もうスピードが大事だっていう時に、うわー、法則は分かったけど、その中でどうなるのが、スピーディーにいかないと負けるんですね。はい、証拠も隠滅されるかもしれないですよね。大変なことです。さあ、そんな中で、カエサル暗号。総当たりで解読できるじゃん。カエサルバカだなーって思った皆さん、そうでもないんですよ。実は応用ができるんです。キーフレーズずらしというのがあるんですね。だから、1からずらさないで、ド頭の1個キーワードを入れて、その後でずらして書いていくっていう。例えば、ジュリウス・カエサル。ね。ユリウス・カエサルね。Julius Caesar。で、ジュリウス・カエサルをキーワードとしてそこからずらしますって言ったとしたらどうなる？これ U が被ってるから、この U は
消します。後ろね。で、カエサルの中も A が被ってるから消します。だから、被るの消すと、ジュリスカエルになりますね。このジュリスカエルって書いて、その後、OPQRST、S は出てるから T、VWXY、Z、で、A は出てるから B、C、D、E ってこう変えるってやつ、やり方。ずらす。だけど、キーワードは、ジュリウス・カエサルだ。って言ってずらすとですね、もうずらし方がですね、1個ずらす、2個ずらすじゃないぞ、これ。ジュリウス・カエサルという鍵ですよね。このキーフレーズずらしであるという、ジュリウス・カエサルキーフレーズずらしだという鍵がわからないと、ずらしてるっていうアルゴリズムが分かってもわからない。だから、何をキーワードにしてずらしてるんだって分からなければ超強力なんです。なんと、このシンプルなカエサル暗号の応用、キーフレーズずらし、これだけで1000年暗号が守られ続けた時代があるんですよ。すごいですね。これだけで相当厳しいです。はい。皆さんもぜひやってみてください。お友達とのメールでね。じゃあその名前誰でもいいですよ。僕の名前でもいい。ね。厚彦な方をギュッとして、そこからずらすんだってやるだけでもう誰もわかんないよ。素人はここでお手上げ。1000年間人間はこれを解くことができずに有効に利用してたんです。ところが、ある時それが打ち破られる。すごいですね。これどうやって解くと思う？どうやって解くの？で、ジュリウス・カエサルが出てこないんだよ。鍵が見つかんないので、これどうやって解ける？ここ、解いたのは、イスラム世界のアラビア人たちだったということなんですね。アラビアンナイト。ね、アラビア数字をね、開発しました。非常に文化が隆盛したんですね。イスラム教がわー栄えてですね、ものすごい文化が隆盛して頭のいい人たちがいっぱい出てきた。そんな中でですね、出ました。最強の必殺技。頻度分析っていうのができるんですね。何それ？ね、頻度分析って何？文字を変えているんですよね。一文字一文字。文字が何かの文字に対応していることは間違いないんですよね。そしてそれは元の言語が英語ですか？英語なんですね。となった時点で、対応してくるワード決まっているのだとしたら、出てくる頻度が全然違うんですよ。文章の中で例えば X とか Q なんてのはあまり出てこないですよね。A とか E はいろんな言葉に使われてますよね。ね。Apple の中にも APPLE、A と E が使われてますね。This is a pen で、普通にそのね、一個の数を表すにもあとかは使われますよね。複数形でなんとかずと言ったら S は使われますね。三単元の S でも S は多いですね。そうなんです。A とか E とか S っていうですね、むちゃくちゃ使われる文字と、X や Q や Z、そういったあまり使われない文字のばらけ方を見るんです。その頻度分析。実はですね、もう言葉が何かっていうの、元の言語が何で書かれてるかって分かればですね、その英語で普通に書かれた文章をざっと見てですね、グラフにしてください。もう A41 ページびっしり書いてる文字をね、グラフにするだけでもだいぶ平均的な文字の頻度が出るらしいんですよ。そして、この変えられた文字の頻度のグラフと合わせる。するというお話なんです。なので、短い文章っていうのを解読するにはあまり向いてないんですが、やはり、そのデータが蓄積されますね。その手紙をいっぱいこう持ったらですね、何個か文章がある、溜まってきたら溜まってくるほどですね、解かれてしまうんです。あっという間に解かれてしまう。それがイスラム世界が発見したカエサル暗号の封じ込め。頻度分析。これ怖いです。ほとんどがこれでやられていくんですね。なんとこの頻度分析がとてつもないパワーで人間から暗号を奪い去るというですね、時代が来ます。ね。このイスラムの世界で発達したこの頻度分析の解き方っていうのは、そのヨーロッパの方にもね、じわじわ広まっていくことになります。ヨーロッパでの暗号分析っていうのはあんまり広まらなかったらしいんですね。ところが修道院とかで研究が進んだらしいんですよ。なんでかというと、聖書の中に暗号めいた言葉っていうのが何個か使われてて、これは何だろうって研究すると、暗号なんだって分かってですね、暗号に対する研究を深めるっていう聖職者の人たちが増えて研究者になるっていうこともあったらしいんですね。そうやってヨーロッパにじわじわと行きました。そんな中ですね、頻度分析が来たぞーということで、それをなんとかクリアするために、
頻度分析が、そこまで、どこまでの力か分かんない時にですね、どうやらここのあたりがね、なんか危なそうだってなった時に、それをなんとか逃れるためにですね、複雑にしなきゃというですね、さっきの応用、キーフレーズずらしをさらにプラスアルファする流れも生まれます。それが、ヌルと言われるですね、常時って書くんですけど、要するに無駄な文字っていうね、全く意味のないっていう文字を何個か混ぜておくんですよ。ダミーですね。人、マネキン、人というですね、あいつ邪魔っていうね、そういうですね、人の間にマネキン挟んでおくとね、そういう状態。もしくはコード、先ほどの単語ですよね。つまり、こういうふうに入れ替えてはいるが、複数の単語、例えば攻めるとか敵とかいうものとか、山とか、明日という言葉とかは単語で単語ごと文字に変える。それを混ぜるんですね。意味のない文字。そして、文字ごとに、対応する文字。そして、単語単位でまとめられた文字っていうのを混ぜ混ぜです。混ぜ混ぜにするっていうやり方をノーメンクラターっていうらしいですね。一切覚える必要ないですけど、ノーメンクラターというのは複合技です。このノーメンクラター VS 頻度分析がどうなったか。その最高点に行ったのは1500年代ですね。このノーメンクラターを駆使してですね、命を懸けた女王がメアリー女王です。イギリス。スコットランドのメアリー女王はエリザベス女王要するイングランドに囚われていたんですね。そのメアリー女王を助けなきゃというですね、勇士たちがそのノーメンクラターを駆使してメアリー女王を助け出すというやり取りをやってたんですね。メアリー女王は何このやり方と。すごい暗号のやり方。それでやれるんだと。それでね、いついつどこで何々をやるわけですね。そしてですね、そのやりとりの中でエリザベス女王に謀反を起こして暗殺し、メアリー女王を解放する。そういう手紙がやり取りされました。それが明らかになるんですね。この暗号解読の本、何が面白いってですね、この裁判のシーンから始まるんですよ。ね。この裁判のシーンですね。メアリー女王がスッとね、入ってですね。メアリー女王、謀反にあなたが関わっていた、あなたがエリザベス女王を殺すことに賛同したという証拠があるわけです。あなたが首謀者なんでしょって言って。メアリー女王は自信があるんですよ。これだけのノーメンクラターを使ってるから絶対バレない。複数の行動犯捕まったけれども、その中心に私がいたということは絶対にバレてない。いいえ。国家に反旗を翻す者が何人いようと、それの首謀者が私だというお話はいささか強引ではありませんか。こうなるわけですね。スコットランドのメアリー女王、エリザベス女王は、本当はですね、ちょっとね、親戚、血のつながりがあるので、なるべくエリザベス女王もメアリー女王を殺したくない。ですよ、実は。だけれども、メアリー女王を残しててはいけない。このエリザベス女王の参謀は考えたんですね。ここでメアリーを潰しておかないとやばいことになる。またもう一度メアリーがいろんな反乱分子を束ねて、エリザベス女王の命を狙うことは間違いがないんだ。しかし、エリザベス女王も、スコットランド隣の国の女王を裁いて殺すまで行くには相当な証拠がないとダメですよというふうに釘を刺してきている。相当な証拠を挙げるんだ。そしてそこのエリザベス女王の参謀はですね、めちゃくちゃ腕利きの暗道解読家を雇うんですね。そしてその暗道解読屋がですね、これがノーメンクラターであることを判別してですね、これは分かったと言ってですね、なんと全部を解読して、ついに謀反を起こす、ね、こう暗殺を仕掛けるっていうところまで分かったんです。ただその最初が止めるんですね。おい、待て。ここでお前、そいつらを捕まえるんじゃない。どうするんですか。偽の文書を出すんだ。ね。メアリー女王からそいつらに、ノーメンクラター、同じノーメンクラターですね。コードとヌルが混じって、さらにカエサル暗号のキーフレーズずらしも使った、ノーメンクラターを使って、何人、その計画に参加していて、誰がどこまでの情報を得てるんですか。私はそれを知っておく必要があります。メアリーです。私はその者たちが私を解放した暁には、その者たちを手厚く扱いたい。
私を解放してくれようとしている勇者の名前と、どれぐらいの人数が参加しているのか、そしてその全てを私に伝えてください。そういうことをですね、手紙でメアリーからの偽造文書として送り込んだんですね。すると全犯人のがノーメンクラタで残ってきた。そしてメアリーの返事を待つんです。全犯人が分かった上でですね、メアリーが最後にゴーサインを出すか出さないかをノーメンクラタで出すか出さないかを待つんですね。メアリーがやってしまいなさいと暗号で出した時に捕まえるんだ、ね、全部が分かってからだ、待て待て待てって言って出しました。メアリーがやってしまいなさいと出しましたところで全員お縄です。そしてそれを裁判であげつらわれるんですね。これがこういう仕組みでこういう暗号なのでございます。エリザベス女王陛下間違いなくこのメアリー女王が殺害計画を許可出しました。うわー、ここで死刑となるというですね、このカエサル暗号及びそれの応用パターンの完全敗北というのがこの事件なんですよ。人類が積み上げた1000年破られなかった暗号の集積がですね、ついにもう破られたと。ね。それも高度な頻度分析ですね。かけるんですね。もう地道に。もうね、暗号とですね、その解読屋のですね、戦いの応酬すごいんですよ。もうね、ちょっと複雑にしたら、これはヌルだなとかって分かる暗号解読屋が出てくるんですね。そしてこれはコードだとかね、いろいろやるんですよ。で、もうグラフを何個かに分けて考えるんだとか言ってですね、よし、分かった。基本的なこの頻度分析に勝てないとなったんですね。そんな中、全く違うイノベーションが起きます。ね。それがですね、ビジュネル暗号というやつね。このカエサルのですね、これ発展版なんですよ。ビジュネル暗号はどうなるかというとですね、ビジュネル表というまず表を作ります。はい。ABCDEFGHIJK とね、ありますね。これが1個ずれしてるのがこの1個目の行に書いてあるんですね。で、2個ずれしてるのが2個目。3個ずれしてるのが3個目。4個ずれしてるのが4個目。そうなのです。これね、ずれ表ですよね。簡単に言うとずれ表なんですよ。このずれ表。いや、じゃあ変わんねえじゃんと。カエサルの最初のやつじゃんと。それのじゃあ今回は3でいきましょうかって言って変えるんでしょ。今回は2個でいきましょうかって言って変えるんでしょ。違います。違うんです。実はですね、ここにですね、このうちのいくつかを使うと。例えばですね、ホワイトというキーワードでビジュネル暗号を作りましょうと言ったらですね、その元の文からですね、ホワイトね、この A は1文字目はこの A の表の中ですね、Wが書かれているところの行でいきます。わかりますかね？ちょっと説明複雑になってきましたね。ポイントとしては、要するに一文字一文字ずらしを変えるってことです。めっちゃめんどくさいですね。一文字一文字ずらし替え。一文字ずらし替えのビジュネル暗号。これによってですね、もうパニック状態ですね。これどういうことと。一個の法則に基づいて、一個のアルゴリズムに基づいて変えているのであれば、頻度分析でいけるんですけども、実は一文字ごとにアルゴリズムを一個ずつちょっとずつ変えていくというやり方なんですよ。すごい！これを発見してビジュネルはですね、ビジュネルって人が開発したんですけども、すごいってなったんですけど、基本的に使われませんでした。なんと200年間使われなかったんです。なぜか。めんどくさいから。そうなんです。作る側がですね、こんなことやってられませんと。一日に何個もやり取りするのに、軍でこんなビジュネル暗号で一文字一文字、もうおかしくなります。もうその係の人間がもう吐いて寝ます。ブワーって。ね、ちょっと休憩させてください。なるわけですね。だから使われなかった。しかしそれが日の目を見る時が来るんです。圧倒的手間が省かれる、そう、機械の時代がやってくるんですね。それまでの歴史が機械となって集積したエニグマが合致してナチスの手に渡るというところがこの人類史のとんでもない一個のピークなわけですね。エニグマ、スーパーエニグマが負けるか、神の子羊。